はい、本日からねベトナム編やっていきたいと思います。本当はですねホーチミンからダラットってところとニャチャンに行く予定だったんですけども、僕がスリランカで炎上したせいでですね行けなくなりましたということで、今回はホーチミンにしか滞在できなくなりましたもうそれは全部自分のせい、起こること全部自分のせいということで、だから今回はね、自粛しつつぼちぼちローカルで過ごしてみよう会をやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。こんな僕ですけども見てください。イムチャンネル。いやー今着いたって、ちょうど朝9時に着いたって、マジで早かて。いやー言うて半年ぶりのホーチミンですからね。はい、もう今更説明するあれもないと思うんですけど、これがベトナムドンということで、だいたいこの下の3つの0を消して6をかけると、日本円ということになってます。確か今もね、これ1枚で3000円ぐらいのイメージですね。ドンは桁が多いのでね、ぼったくりとかに注意。バスはこの定番の152で行こうかね。値段はこんな感じ。わかりやすいね。はい、もう楽勝です。スリランカから来た県全部で11時間ぐらい移動かかりましたね。はい、もう疲れたね。よし、中心部着いたわ。今回はエアビーでね宿取ってるんで見ていきましょう。今回さエアビーで取ったところがね、ちょっとローカルを感じたいなと思って、めっちゃねローカル感あるところに予約したんよ。中心部とかじゃなくてね。最高じゃん、こんなとこに滞在できるの。やったやった。ベト国旗久々です。ここやね、ここに入れって書いてある。行ってみよう。マジで人んちやな。人んちお邪魔しますって感じやなこれ。あ、いいやん。で鏡じゃない、窓。あらこんにちはね、皆さんこんにちは。でバスルームは共用ということでね。イムチャンネル。なんかご飯でも食べ行こうかな。もうずっと何も食べてないからさ。うわマジでこの辺地元感すげえな。これ人んちの飯ってこと。これご飯なのかな。これローカルにしたってなんぼだよな。あそこブンチャーって書いてあるけど、行ける？インドスリランカ帰りだから、なんかもうベトナムとか余裕やな渡るのブンチャーハノイだって。ブンチャーってハノイの食べ物か。ハローワンオーケー。ワンオーケー。ブンチャー裏側で食べれる？家庭的なセンキュー。これ美味しそうだな。これでしょ。This one? Yeah, one and buncha. Yeah, buncha. Okay. これが6万ドンなので360円ぐらいか。安っ。これも120円ぐらいだもんね、ジュースね。はい、美味しそう。さっきの福くん真面目になって大人になったバージョンみたいな男の人結構頑張ってたな。センキュー。美味しそう。野菜の量やばいな。ブンチャー知らない人のために言うと、このそうめんみたいなのをこのね甘酸っぱい汁にハンバーグみたいなの入ってるんやけど、これにつけて食べるつけ麺みたいな感じでめっちゃ美味しいんですよ。ベトナムはねフォーとバインミーとブンチャーを朝昼晩で繰り返して体を整えていくっていうのが醍醐味ですから。じゃあ行ってきます。まさか今日ブンチャー食べれると思ってないたけんか。これ割り箸じゃないんや。一個一個毎回これ洗って包んでるから大変やね。これそうめんみたいなのをちょんと浸しつつ、このね肉と一緒にいただくと。いただきます。もうこの辺からうまいわ。もうベトナム来たらパクチーに浸るぐらい食べないとダメ。半分くらいコール黒酢ドリンクみたいな胸焼けしそう。僕かなり前ですけど配達の仕事をしていたことがあってね、毎週同じ配達先に行くので
まあ、僕がこの時間帯に来るっていうのが分かるじゃないですか、お客さんからしたら。でいつもねリポビタンデーとかこういうクローズドリンクとかをね準備してくださるおばあちゃんみたいな人たちがいてね、ありがたかったね。やっぱね暑くてね疲れてる時にクローズドリンク食って飲んだらね、もう生きてる、もう復活するよ。配達系ってリポビタンデーをくれるところがすごい多いんだよね。リポビタンデーとかって1日何本も飲むようなもんじゃないから、すごいストックが溜まっていって、家の冷蔵庫にこうリポビタンデーがバーって増えていくよ休みの日も飲みよったけどね。この肉肉しいお肉たちがねジューシーで最高なんでございますわ。これイムチャンネル。いやブンチャーマジうまい、めっちゃうまかったわ。やっぱ間違いないわ。このためにベトナム来ていいぐらいあるわ。近くのコーヒー屋さんでアイスアメリカーノをゲット。3万ドンぐらいね、はい、ちょっといいところだったんで、これを飲みながらぼちぼちね、はい、今回自粛会なのであんまり楽しい姿見せないようにしないと。日本っていうのは叩かれた後はね反省してます感を出しながらこうぼちぼちあまり目立たずですね徐々に、戻していくっていうのが、はい、正義らしいので、はい、それでやらせていただきます。じゃあね街散策やっていこうかなと思います。さっきねあっちの通りめちゃくちゃ気になったんでちょっと歩いていってみよう。いやあそこなんか気になるんすよ。いや信号青なったけどいやこれ青なったけどどうやって渡る。行くよ。ローカルだな、ローカルだね。テカってるね。何この通り、雰囲気めちゃくちゃあるやん。バイク多いな。時計屋さん、待て、エモいのありそうやな。ピカチュウ誰、君誰。なんかああいう裏道とか入っていっても楽しそうやな。みんな裸やね。平和平和。もはやベトナムはもう平和中の平和です。さっきのブンチャーもそうやけど、ベトナムで生野菜食べてももう腹壊す気せんもんもうどこに自分がおるかわからんけど、こんなに細い道でもバイクがブンシュンブ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 ンシャカブンブン。バイクが正義の国だから好き。この辺、この小道が好き。ハローオッグこの辺ずっとねローカル店がね連なってる。卵売ってる。沈没してこの辺に。そういえばハノイの北朝鮮レストラン行きたいわ。そう、僕北朝鮮ね行く予定やったんよ、今年春4月。おそらくね、もう無理です。行けないです。すいませんでした。はい、でも行く努力はしましたけどダメでした。海外のツアーで申し込みしてたんですね、とある人たちと。で今他のツアーから申し込みもしてるんだけど、もうそこもちょっと無理やと思いますので、ちょっと皆さんに北朝鮮の景色を見せられない結果となってしまいそうです。行けたら動画載せます。ホーチミンのなんか道綺麗やな。コンクリートが改めて見るとゴミとか全然落ちてないね。ホーチミンの海あるんですけど、川、そのね対岸にやってきました。僕こっち来たことないからこっちからの景色見ようかなと思ってやってきました。今回は景色を楽しむぞ。一人で夜景を見ることほど寂しいものはないぞ。夜景っつったってちょっと早いな、まだ時間が。あら、ひまわりたんが咲いてるじゃないですか。どうしたんこのひまわりたちは。なんか元気ないね。そっぽ向いとらすけど、まあいいや、せっかくだしひまわりと写真撮っとくか。なるほどね、この対岸が景色がいいって話ね。これベンチにみんな座ってこれゆっくり贅沢な時間過ごしちゃって、これピークの時はここにひまわりがビャーって咲くんかもね。こんな大画面あるのすごいな。ホーチミンも都会になりましたね。ピカピカベトマーク、ベト国旗も照らし出されて、あっちもピカピカしてますね。いいねいいね。ここもねおしゃれなスターバックスが入っててですね、デートスポットになってるね。いい感じ。でも僕はここに男一人
とりあえずね、今僕が今年行こうと思ってるのがエジプト、トルコ、この周辺でなんかおすすめあったら教えてもらいたいですね。なんか暖かくなったら中国もまた行きたいんですけども、なんかまあ寒いの嫌だからさ、僕寒いのも暑いの無理なんだよね。本当ちょうどいい、良くないと行きたくないんだよ本当に動きたくないからさ。なんかこうナイトマーケットみたいなのありましたけど、平日なんで全然盛り上がってないですね。子供たちもいないし。何これ、スインシュイン、水の上を進むやつ、ドリフトみたいなのできそうだなこれ。キラキラキラ、すんごいバイクブブブンブン、すんごい。急に中国感すごいなと思ったら、あれ博物館みたいですね。オーロラみたいなの出届ける。はい、じゃあ翌日、今日は昼過ぎに起きたので、今からマイナーな市場に行ってみます。本当にマイナーやと思います。僕も今回そこ初めて行くんですよ。気になってたんだけど。こんなところに降ろされちゃった。ここは空港近くのエリアですね。バスで来ました。七仙丼。まあ中心部から20分ぐらいですかね。なんか話によると、そこはめちゃくちゃローカル市場で古着があるっぽいんだよね。でもう観光客とかもいなくて、まあ穴場みたいになってるので、ちょっと僕前調べてたんですけど行けなかったんで、今回ちょっとこのタイミングで行こうかなっていうことでやってきました。ほんでベトナムはもうどこ行ってんバイクばっかり。もうバイクおらんとこなかろこれ。なんかベトナムの人ってみんなバイク持ってるからバイクの知識詳しそうじゃないですか。なんかキャブとか行かれてもみんなオーバーホールとか普通にできそう。あ、ここっぽいっすね。ここだわこれね。ホングホアタムマーケットみたいなところです。本当にやってるここ。確かに衣類はありますけども、入り口にサングラスおじ、この中にね古着があるっていう情報があったから僕来たんやけど、なんだここ、なんかとにかく地元感がありますね。大丈夫ここ。古着がねあるってね聞いたんだけど、あれベトナム感ある市場やなこれ。Hello. Hello, what do you want to buy? Where's the vintage? Vintage clothes. Vintage. 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 Yeah. You don't know? Second. Second hand. Ah, Yeah. oh, second hand. This way? Go straight. Go straight? And turn left. Turn left? Okay. Thank you so much. ベトナムの市場僕結構いっぱい行ってきましたけども、だいたいこのような感じで地元の人たちがお買い物に来るようなとこですね。だから品揃えとかもまあ目新しさはないんですけども、それに左来たけどこっちかな。匂うぞ。カルバンクラインの偽物とかありますね。この辺はフィリピンやなにもあるね。フィリピン超安いもんね、こういうパチモン新品は。いや新品やなこれは。なんか国際市場みたいな感じやな。セカンドハンド感あるね。あ、ここっぽいね。こういうとこかな。なるほどね、こういうとこみんな掘ってんだね。確かにこれどうだろう。こんな感じでもう無造作にあるっていう。ブランドっぽいのある。 T シャツ系もあるんやな。まあネタっぽいのがなんかこういうちょっと Y2K 感あるというか、一周回って可愛いみたいなショート丈。いやネタ T あるけど西海岸みたいな、日本の古着屋さんの西海岸みたいな感じですね。あそこで500円から800円で売ってあるようなのが多いかなと感じますね。めっちゃ掘ればありそうな感じはする。この感じだと僕の経験上ですね、 T シャツとかじゃなくてその冬物ジャケット系を掘った方が絶対にいいです。この感じだったら T シャツはちょっとキリがないと思うんで。こ
れはキリがなさそうやな。こっちも同じような店舗があるね。あ、これナイキかと思った。ナイキやったらちょっと激アツやったんやけど、こういう小物類もあるしね。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、この通りもここの通りもこんな感じで両サイドにいろんなお店がある、新品だったり古着だったりですね。ここはちょっと僕は好きですね。マジで国際市場みたいな感じ、プサンの感じだけど、さっきの古着とか値段聞いてみたりしたんですけど、めちゃくちゃ安いですね。めちゃくちゃ安くて、なんかセレクトしてやる感じじゃない、もう自分たちでセレクトしろよみたいなところなんで、そのセレクトできる人にはおすすめかもしれないね。とか業者みたいな人たちもいました。もう全部 130K って書いてあるから、130K っていくら ?600 円とかってことかなで、こっちはアクセサリーをみんなディグってますね。ディグってるっていうの、ここも奥あれだね、全部古着やね。こう30から 40K で書いてあるんで180円ってこと。探せばなんか出てきそう。浜崎あゆみのロゴのリングとか出てきそうやけど、なんこれ、カメレオン。ここも全部だ。こっちも全部、ほらこっちも全部掘ってる。すげえな。こんなとこがあったんや、ベトナムに。しちゃかちゃなってるけど、なんかここをもっとしちゃかちゃにしていいんかな、ってことだよね。カバン屋さんとかもあるけど、ここは新品か。靴やカバンや子供服みたいなのがありますね。ここマジですげえな。1日は折れんか、半日ぐらいだったらここ折れるな。僕荷物持って帰れるんやったらここディグできますよ、全然。ガチ古着の中にちゃんとブランド品とかもあったし、中にはもうかなりグレーなブート、可愛いブートもあるし、いいかもね。ベトナムそこまでなんか古着文化みたいなのは、他の国に比べたらちょっとあんまないから、なんか敵も少なそうっていうのはちょっと正直ありますし、アブブのバッグもあるよ。ナイキ、アディダスもほら、この可愛いパチモンアディダスリュックもありますし、ブランドでもなんか、でもシャネルとかあるね。ですぐ横はこういう海鮮系、野菜系ね、よくある市場ですね。鶏なんかちゃんとこうどこにも行かずにここに集まっとるね。ここ結構僕はおすすめやと思います。ディグが好きな人にはね、おすすめやと思う。だってここしかも空港から近いんですよ。最終日にここで一気にディグして、そのまま空港に荷物持って行くみたいなこともできますから、ここはちょっと古着とかヴィンテージアクセサリーとか、ああいうさっきの感じが好きな人たちは、マジでおすすめだと思います。なかなかね来ないエリアだとは思うんですけどね、もう観光客とかいないですから、僕しかいないんで、地元の人用の市場っていう感じですね。はい。いや、ちょっとショート動画にもしますのでぜひ見てください。あれマジ、いつか僕やったらグレーって転びそう全部絡まって。イムチャンネル。はい、じゃあ夜になったんでね、もう終わろうかと思ったんですけども、VBN お前行かねえのかよって、絶対言われますので、もう最後、もう毎回やけどね、もう夜なので、ちょっとそこに行ってぶらっと一歩歩いて終わりたいと思います。ホーチミンっつったらね、VBN なんでね、もう VBN はもう僕ももう何度も言ってますけども、見とこうかね、VBN の近況を。はい、ではここが VBN の入り口なので行ってみましょう。やっぱ多いな。まだこの辺は入り口ですね。この VBN 通りはバックパッカーの聖地と呼ばれているとこですね。声入らんかも。今10時ぐらいですね。この辺はドリンクが安いので、ここでいろいろ飲みながら、いろいろ吸いながら人生について考える、そういう通りになってます。
でああいうところがねヘムっていう小道になってて、あの中にもご飯屋さんとか結構あるんですよ。前来た時の方が盛り上がってましたね。このヘムっていうとこ入ってみようか。もう中に入ってきた裏路地ですね。はい、ヘムっていうんですけども、もうこことかも行けるんかみたいな、まあ、こういうところにはここもね安宿とかね安マッサージとかねあるんですよ。ちょっと怪しいけどね。マジで迷路みたいになってて普通に人んち。まあこんな感じですね。ここはなんか怪しいマッサージとかがいっぱいあるね。ここまあでも7ドルとかであるからね、安いっすね。イムチャンネル。いやまずVBN 音でかすぎて、僕喋ってる動画とか入れたんですけど、前回も思ったんだけど多分ね動画に入ってないのよ、爆音すぎて。だからなんかもう多分すごい短い感じになると思います。はい。今ですね、2026年の1月の VBN 通りの様子でした。いかがでしたでしょうか。いや、もう VBN 行っても何も感じんくなった僕。初めてあそこに行った時は、なんやこれみたいな。タイとかこのレベルじゃねえぞみたいな。ここ一番やばいなって感じだったんだけど、なんかやっぱね、慣れるんですね、人間ってね。ああ、みたいな。なんなら前より前の方が盛り上がってたよな、みたいな。こんなちっちゃかったっけみたいなさ、思えてしまう。うん。なんかあんま、だから自分が感動せんやったけんか、別に VBN 見ても。なんか別に大した動画になってないと思う。多分ね、VBN 通っただけの動画になってると思うけど、まあ人間はね、何事にも慣れるというか、大きかったものもですね、実際に行ってみて慣れてしまうと小さく感じるということでしょうかね。はい。深い学びになりました。今回のベトナム動画もパッパッパッパって多分、なると思うけど、まあ短い動画になると思うんですけど、いいよね、たまにはもう長々さ、もうカフェで、甘ったるいコーヒー飲んで、バインミー食べてフォー食ってますみたいな、見たとてでしょ、言うて。見たとて、もうそんな、いろんなブロガーさんがやってるじゃん。もうそっち見てください。僕がもうフォー食っとるとこなんて需要なかけんか。多分、ないけんかもう、いいかなと思ってね。はい。ということでね、今回はね、自粛会ということで、おとなしくしておけということで、ホーチミンね、もうすることないから、ダラッととね、ニャちゃんはね、また、はい、そのうち行ってきますんで、ぜひですね、見てください。はい。ダラッと楽しみにしとったんやけどね、本当に。ぜひですね、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。コメントもね、いつもありがとうございます。インスタグラムの方もチェックしてみてください。次の旅はね、まだ決めてないんですけども、一旦日本に帰って、なんか、いろいろ仕事して落ち着いたら行こうと思いますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。じゃあまた、ありがとうございます。